怖い落語。約束の話3年目。昔あるところにとても仲の良い夫婦がいました。ところが奥さんが風邪が元でどっと具合が悪くなってしまいました。さあさあ、薬をお飲み。飲んでも無駄かと思います。お医者さんももう8人も変わりました。まあ9人目を見つけるから、この薬はよく効くからお飲み。自分の体は自分が一番わかります。私はもう長いことございません。でも心残りがあります。私が死んだらあなたは新しいお嫁さんをもらうでしょう。それを思うと悔しくて。私は二度と結婚なんかしないよ。メス猫だって膝には乗せない。でも親戚が勧めます。心配するな。もし結婚するようなことがあったら、その晩に幽霊になって出てくればいい。二人で新しい嫁さんを追い出そうじゃないか。本当ですか？じゃあ8つの鐘が鳴ったら出てきなさい。約束ですよ。ああ、待ってるから。なんてバカな約束をしました。けれどそれで安心したのか、奥さんはそれからすぐにあっけなく亡くなってしまいました。後に残された旦那さんですが、親戚が黙っていません。何ヶ月か経つと、新しいお嫁さんの話が次から次へとやってきます。とうとう旦那さんはお嫁さんをもらうことになりました。そして結婚したその夜のこと、お嫁さんはぐっすり眠っていますが、旦那さんは前の奥さんとの約束があるので、なかなか眠れません。やがて夜も深まり、8つの鐘がゴーンと鳴ります。さあ、いよいよだよ。約束通り出てくるぞ。旦那さんは前の奥さんの幽霊が出てくるのを待ちました。しかし幽霊が出てくる気配はありません。はあ、それにしても遅いね。結婚した晩に出てくるって約束したんだけどね。まさか家を間違えたんじゃないだろうね。そうこうしているうちに夜が明けてしまいました。おかしいな。出てこなかったな。まあ遠いあの世からやってくるんだ。時間がかかるかもしれないな。そう思った旦那さんは次の日もまたその次の日もまた待ちましたが、前の奥さんの幽霊は一向に現れません。そのうち新しいお嫁さんともだんだん仲良くなり、3年が経ちました。2人の間にはかわいい子供も生まれ、親子仲良く暮らしていました。そんなある晩、3人が寝ていると、なぜか旦那さんだけ眠れません。水でも飲もうと起き上がると、8つの鐘がゴーン。そしてどこからか生暖かい風がスー。なんだい？なんか変だな。背中がゾクゾクってするよ。
と壁を見ると、死んだ奥さんの幽霊が現れました。恨めしや。うわ、出た。あなた、こんなきれいなお嫁さんをもらって恨めしく思います。冗談じゃないよ。何が恨めしいだ。私が結婚したらその晩に出てくるって言ったじゃないか。それなのにずっと待っても出てこない。もう3年も待ったんだ。だって仕方ありませんよ。あなたは私が死んだ時、私の頭を坊主にしたでしょ。ああ、それが決まりだ。親戚が集まってみんなで髪の毛を剃ると仏様は極楽に行けるって言うからな。ほらごらんなさい。坊主じゃ嫌われると思って髪の毛が伸びるまで待ってました。掛け軸の話。王居の幽霊。ガラクタばかりを売っているある古道具屋に一人の客がやってきました。お邪魔しますよ。あ、旦那、お待ちしてました。ごちゃごちゃ置かれた道具の間から主人がひょこっと顔を出しました。何かいいものがお店に入ったそうじゃないか。へい、この掛け軸でして。主人は木箱から掛け軸を取り出し、スルスルと広げると壁にかけてみせました。ほう、幽霊がかい。幽霊というとあまり気持ちのいいものじゃないが、これは美人だね。見ていてうっとりするよ。へへ、そうでしょう。何しろ丸山応挙の書いたものですから。何、あの応挙かい。丸山応挙は江戸時代幽霊美人画の名人と言われた人です。その作品と聞いて男はどうしても欲しくなりました。よし、応挙でもらっきょでもいい。この絵が気に入った。買おうじゃないか。で、いくらだい？10両でございます。何？10両？高いですか？安い。買った。だが今は手元に1両しかない。とりあえずこの1両だけ置いていくから、残りは明日の朝届けてくれた時に払いましょう。そう言うと男は帰っていきました。へへ、王家の掛け軸だなんて適当なこと言って売りつけたけど儲かった。何しろ1で2部で買ったガラクタだからな。大儲けした主人は大喜び。掛け軸の前にどっかりと座り込むと、おたふく豆をおつまみにお酒を飲むことにしました。ひゃー、うめえ。美人の前で飲む酒は一味違うね。大金にも恵まれ、これも幽霊さんのおかげだ。主人は幽霊にお礼をとお酒とおつまみを掛け軸の前に備えました。やがて周りは暗くなり、体がひんやりとしてきました。なんだか体がゾクゾクしてきたよ。こんばんは。どこからか声が聞こえます。主人がふと横を見ると、女の人が座っていました。うわっ、お前さん、どこから来た？私は幽霊でございます。幽霊？あ、掛け軸の中が空っぽだ。
あの絵の幽霊かい？実は私を描いたのは応挙でございます。何？本物の応挙？だったらもっと高く売るんだったな。でもさすが名人だ。描いたものが絵から抜け出るなんざな。先ほどは美人美人と褒めていただきありがとうございました。あまりに嬉しくて牛蜜時になるのを待って抜け出てきました。そうか。幽霊は牛蜜時に出るって言うからな。せっかくだ。一緒に飲もうじゃないか。主人が先ほどお供えしたお酒とおつまみを見ると空になっています。なんだい、結構いける口じゃないか。さあ、遠慮しないでどんどん飲みな。ああ、おいしい。今度はご主人もどうぞ。美人の幽霊にお酌をされ、主人はぐびぐびお酒を飲みました。二人は大盛り上がり。じゃあ今度はお前さん。今度はご主人。そんなことを繰り返しているうちに朝になっていました。ああ、もう朝か。あれ？幽霊はどこに行った？主人が部屋を見回すと、幽霊は掛け軸の中に戻っていました。しかし酔っ払って寝ています。困ったな。もうすぐ掛け軸を届けなきゃいけないのに寝ているよ。おい、幽霊さん、いつになったら起きるんだい？はい、幽霊なので牛蜜時に。長屋の話。お化け長屋。おい、木兵衛さん、いるかい？同じ長屋の源さんが顔色を変えてやってきました。どうした？実はな、うちの隣に空き家があるだろう。俺はそこを荷物置き場にしてんだが、大家がここは物置きじゃねえ。使うなら金を払えって言うんだ。私も置いてるよ。そうか。それでな、最後にはそれが嫌なら長屋を出て行け。だとさ。腹が立つな。それならあそこを誰も借りられなくしようじゃないか。でも、そんなことできるのかい？源さんの家はあの空き家の隣だったな。今度借りたい人が来たら私のところへよこしなよ。うまいこと言って追っ払っちまうから。すると次の日、源さんのところへ一人の男がやってきました。あの空き家をお借りしたいんですが。ああ、それなら長屋の奥に木兵衛さんっていう管理人がいますよ。一番古くから住んでるんで、古狸の木兵衛なんて呼ばれてますけどね。男はすぐに木兵衛さんの家へ行きました。ごめんください。古狸の木兵衛さんはおいででしょうか？こりゃ驚いた。あだ名を面と向かって言われるとは。私が木兵衛ですが。長屋の入り口にある家をお借りしたいと思いまして、家賃はおいくらでしょうか？いりません。もし住んでいただけるなら、いくらか差し上げたいくらいですよ。実はこれには深いわけがありまして。木兵衛さんは男を座敷にあげると急に声を潜めて話し始めました。今から3年前のことですが、あそこには
若い女の人が一人で住んでいたんですよ。ある晩、そこに泥棒が入りましてね。品物を盗んで出ようとしたら、女の人が目を覚ました。そしてキャーと叫び声を上げたものだから、泥棒のやつ持っている担当で女の人をブスッと刺して逃げちまったんですよ。それはずいぶんひどいことを。翌朝、女の人がなかなか起きてこないんで、隣の人が見に行くとね、どうなりました？辺り一面血の海でした。大変な騒ぎになって、長屋のみんなでお葬式をあげたってわけなんですよ。それで家賃がタダなんですね。いやそれからなんですよ。あの家でおかしなことが起こるようになったのは、引っ越してきた人はみんなすぐに出て行っちまうんです。どうして？引っ越してきて昼間は何ともありません。けれど夜になるとどこかでお寺の鐘がゴーンと鳴ります。そして仏壇の鐘が一人でにチーンと。私そういう話は苦手なんですけど、まあ最後までお聞きなさい。襖がね、スルスルスルっと開いて、殺された女の幽霊が入ってくる。そして血だらけの顔でケタケタケタっと笑って、冷たい手で寝ている人の顔をこうして、うわー！男は木兵衛さんに濡れ雑巾で顔を撫でられたのでたまりません。大声を上げて逃げていきました。そこに入れ違いに源さんが入ってきました。木兵衛さん、どうしたんだいさっきの人。慌てて飛んでいったけど。怪談話をしてね、濡れ雑巾で顔をこすったら驚いて逃げていったよ。あ、財布を落としていったな。それはもらっちまおう。寿司でも食うか。へへ、儲かった。じゃあまた誰か来たらここにどんどんよこすから。しばらくすると別の男が木兵衛さんの家にやってきました。おい、頼もくはいるか。なんだい、やけに威張ってる人が来たね。はいはい、私が木兵衛でございますが。空き家を借りてんだが、家賃はいくらで？いりません、ただなんです。本当かい？そんならすぐ引っ越してくら。ちょっと、家賃がいらないっていうのには訳がありましてな。出るんだろう？は？お化けが。構わねえよ。知ってて引っ越してくるんだから。じゃあ明日。あなた待って。本当はこの話はあまりしたくないんですが。じゃあ話さなくていいから。いや、訳を聞いてくださいよ。木兵衛さんは男をどうにか座敷にあげました。今から3年ほど前のことですが、あそこには若い女の人が一人で住んでおりました。それで？ある晩、その女の人が寝ていると泥棒が入ってきたんです。本当か？この長屋から泥棒が出たならわかるよ。こんなところに入るなんてとんでもねえだろうが。その泥棒、品物を盗んで出ようとしたところ、女の人が目を覚まし叫び声を上げました。すると泥棒は持っていた短刀で女の人をブスッと刺して殺しちまったんです。やけに細かいことまで詳しいじゃねえか。はは、その泥棒ってのはおめえだな。私じゃありませんよ。
それからなんですよ。恐ろしいことが起きるようになったのは、夜中になりますとね、どこで鳴らすかお寺の鐘がゴーンと鳴るんだろ。仏壇の鐘が一人でにチーンだろ。襖がスルスルスルっと便利でいいや。女の幽霊はケタケタケタっと笑って明るくていいや。そして冷たい手で顔を木兵衛さんが雑巾を男の顔に持っていくと、何しやがんでと男に雑巾を取り上げられ、顔を思いっきりこすられてしまいました。じゃあな、明日ここに越してくら。掃除して待ってろ。男は悠々と帰っていきました。あ、ちょっと待って、弱っちまったな。どうした木兵衛さん。そこへちょうど源さんが顔を出しました。今の男に怪談話を聞かせたんだけどね、全然怖がらなかったんだよ。濡れ雑巾はあべこべにこっちが顔をこすられちまったよ。明日越してくるってさ。じゃあ何も置いていかなかったのかい？そうなんだよ。あ、ここにあった財布持っていかれちまった。はい、怖い落語、ここまでです。落語のお話はまだまだ続きます。チャンネル登録をして次のお話を待っててね。